こんにちは、代々木の家のカイトです。今日はですね、ちょっとリクエストがあったので、自分が普段使っているカバンの中身の紹介をしてみたいと思います。ちょうど現場に行ってたので、現場帰りのカバンっていうことで、現場で使ってるものとか入ってるので、そこら辺も含めて紹介していければなと思います。じゃあ早速、カバンの中身紹介していきたいと思うんですけど、じゃあまずはカバンに常に入っているようなものを紹介すると、財布とか名刺入れですね。結構コンパクトなものが好きなので、財布は三つ折りのものを使ってます。で、名刺入れはすごいシンプルで、これ10年ぐらい前に父親にもらったものなんですけど、ずっと使い続けて、今まで名刺入れは自分で買ったことがないです。じゃあ次、筆箱ですね。最近パソコンとかよく使うので筆箱あんまり使わなくなったんですけど、結構建築の現場とか行くと、職人さんとか工務店さんとかが紙の図面持ってきてくれることがあるので、それチェックする時のために使ったりするんですけど、よく使うのがこの3色ボールペンと、この蛍光ペンよく使うんですけど、3色ボールペンよく使う理由としては、いわゆる赤入れって言われる図面チェックの時に、赤色とか青色とか使うので、3色ボールペン現場チェックする時に重宝します。それ以外は特に変わったものは入ってないです。一応 USB 持ち歩いてます。じゃあ次が、こういう、ポーチっていうんですかね。これもかれこれ5年ぐらい使ってるんですけど、タダでいただいたものです。この中にはマウスですね。これは仕事で毎日使います。あとは一応小さい香水持ち歩いてます。あとはこういうお店とか行った時にショップカードとかこういうのをもらうようにしてます。両方ともこれ知り合いの飲食店のやつなんですけど、デザインかわいいやつとか、1枚もらってオープンストレージの棚とかに飾るためにポーチに入れていつも家に持ち帰ってます。はい、であとはこういう携帯充電器ですね。このポーチ内は、こういったものが入ってます。じゃあ次がですね、メインの仕事道具になるんですけど、2つありまして、 MacBook Pro とあとは、iPad Pro ですね。普段仕事柄図面描くんですけど、図面描くときはパソコンじゃないと図面描けないので、いつでも図面描けるように一応、ノートパソコンは持ち歩いてます。マウス持ち歩いてるのも図面描くためなんですけど、それに対してiPad Pro 持ち歩いてるのは、iPad だと、こういった現場で図面開いて、こんな感じでこう図面に赤入れできたりですね、メモとかできるので、現場ではノートパソコンより iPad 使う機会の方が全然多いです。じゃあ最後ですね、今日現場帰りってことでちょっといつもと違うものを持ち歩いてるんですけど、現場で使うメジャーですね。これ、手元で家具の寸法を決めたりとか、細かい寸法を拾うときはこういうメジャーを使います。でそれに対して、こういうこれレーザーの測量器なんですけど、これもよく使っていて、例えばここでこうピッて取ると、ここから天井までの高さが 2.36 メートルっていうのがすぐ分かるので、結構天井高さとかメジャーで測るの難しいので、こういうレーザーの測量器あるとすごい便利なので、これも現場行くときは常に持ち歩いてるようにしてます。で、最後なんですけど、最後、こういう今日はカラーチャートを持ち歩いてました。これはですね、塗料の色を決めるカラーチャートなんですけど、例えば黒い壁作りますって言ってもですね、黒にもこんな感じでいろんな種類があって、
真っ黒のものからちょっとこうグレーみがかってるもので、ここら辺の微妙なニュアンスを伝えるためにちゃんとこう色ごとにこう番号が振ってあって、こういう番号をこう伝えると、ちゃんとニュアンスまで伝えられるよっていうようなものなので、ここら辺は現場が動いて家具の色とか壁の色とか決めるときには常に持ち歩いてます。はい、では今日は、自分のカバンの中身紹介をしてみました。個人的には頑張ってなるべく物の量を少なくしてカバンの中身はシンプルにしたいなと思ってるタイプではあるんですけど、ノートパソコンと iPad 両方持ち歩いたり、メジャーも結構重かったりするので、総重量としては結構な重量になっちゃってます。で、普段最初に紹介したようにトートバッグで持ち歩いてるので、もう最近右の肩が痛すぎて、それが最近の悩みです。おすすめのバッグとかリュックサックとか知ってる方がいたらぜひ教えてもらいたいなと思いますので、おすすめあったらコメント欄にぜひ書いてみてください。では、今回も、最後まで動画を見てくださってありがとうございました。チャンネル登録と高評価の方ぜひよろしくお願いします。